時は安土桃山時代。四国、そして九州の西国地方を次々平定していく羽柴秀吉は、扇町天皇から豊臣の姓を賜り、豊臣秀吉と名を改め、同時期に朝廷の最高職である太政大臣にも就任し、農民上がりの秀吉がついに国を動かすことのできる権力を手に入れるまでになっていた。その頃、東北地方南奥羽の伊達政宗は、領土拡大を狙い度重なる戦いを仕掛けるも、北の大崎や最上、東の相馬、いわき、西には芦名、南に佐竹と、全方面で対立する構図から抜けられず、領土拡大はおろか、領土維持が精一杯の状況であった。そして政宗の父、照宗の頃より画策していた、政宗の弟、小次郎を芦名の養子に入れ、芦名を一気に伊達の傘下に加える策も、佐竹義重や佐竹を推す芦名重臣の政略により、義重の次男、義弘が養子に入ったことで誤算に終わる。そんな政宗のもとに、伊達に組みする田村宗明からの援軍要請の書状が届く。名号、だがをこねるな。なんでよ。田村はこれまでも伊達家に逆らったことなどないでしょ。だから、助けぬとは言っておらんではないか。では、なぜ誰も三春城に向かわないの？だから、いろいろ段取りってのがあるのだ。姉様、それがしが、芦名の養子に入ることができてさえいれば、相馬や岩木をここまで調子づかせることもなかったのですが。小次郎様に罪はないですわ。名号、ひとまず、刀を収めてはくれぬか。これは何事でござるか。小十郎、良いところに来た。とても良いところには見えませぬが。小十郎様、聞いてください。政宗様が、田村家の救出にちっとも動いてくれないのです。ああ、そのことですか。姫様、ご安心なさるが、田村殿をお救いいたしまするで。ひとまず、刀を収めましょうか。兄上、やはり、豊臣秀吉の総武司令で、各大名は、表立って動けぬ状況なのでしょうか。そうよ。相馬や岩木は、すぐにでも田村を攻めたいところじゃろうが、人を禁じる総武司令に反する行為に当たると、佐竹義重から言われ、動けぬ状況なのであろう。兄上のこれまでの侵略は、総武司令には。ははは、引っかかりまくりよ。若、笑い事ではござらぬぞ。まあ、こんな田舎のいざこざまで介入するほど、暇ではなかろう。そういえば、石田支部所有からの上洛要請に、春には上洛と答えたのでは。ああ、あの生意気な書状を送ってきたやつか。適当に返事しておいたが、今春であったかの。若、豊臣秀吉を舐めてはいけませぬぞ。上杉や佐竹も標準の態度を取り始めたと聞く。九州まで平定を終え、次は関東や欧州を狙うは明白。だからこそ、その勢力に対抗できる力を、今のうちに作らねばならぬ。会津の芦名、まずはここだ。まずは田村であろうが。田村じゃったが、まずは田村救出だ。次に芦名で参ろう。ならば、よい。小十郎、黒羽巻組の動きも含め、現状を申せ。まず、田村宗明は、この三春城にこもり、相馬義種軍、岩木常隆軍が攻めかけている状況。昨年起きた郡山合戦の影響もあり、南陸奥の石川、二階堂、白河原諸大名は、動く気配はなく、おそらく静観に徹しているかと。日立の国の佐竹義重は、嫡男義信に家督を譲るも発言力は健在。次男の義弘には、当主が不在の芦名家に養子に入れ、芦名義弘と名乗り当主となっている。これにより、芦名領は佐竹の直轄領と言っても良いでしょう。黒羽巻組の黒からの報告では、相馬軍、岩木軍の足止め作戦が順調に成果を出していること、そして芦名家臣内の佐竹介入反対派の調略を進めているとのこと。我が軍が動員できる数はいかほどだ。多くて2万。相馬軍が三春城によこした兵数はどうだ。ざっと8000ほどかと。おお、ここは芦名の調略状況で戦略を変える必要がありそうだな。小次郎ならどう動く？芦名との決戦は避けられないでしょうから、そのためにも芦名以外の大名を動けなくする必要がございますが、万が一田村家の三春城が落ちたとなると、三春が落ちるじゃと。万が一にござる。そうならない策を考えておりますゆえ。ならよいが。この郡山周辺が敵に奪われ、芦名どころではなくなってしまう。そうだな。かといって、全軍で三春城救援に向かい、相馬、岩木軍と戦ったとしても、
負けはしますまいが、こちらの被害も甚大となりましょう。芦名侵攻の前に、兵は温存しておきたいでな。伊達が仲介に入るというのはいかがか。それでは、時がかかりすぎる。陽動部隊を出してみてはどうじゃ。おお、部隊を分けると申すか。いかにも。陽動部隊が、相馬領北の、この駒ヶ峰城を攻撃する動きを見せれば、三春城に出ている相馬軍も、自国に退却するのではないか。面白い策ぞ。しかし、攻撃する動きだけでは、相馬義為は引くまい。油断しておるだろうで、いっそのこと、本気で攻略してしまえばよかろう。相馬が撤退すれば、いわきも撤退せざるを得ない。わからしいお考えですが。よし、皆の者、この策で行く。まず、小十郎は、大森城に戻り、動かせる全兵を連れ、南に向け出立し、二本松城、そして本宮城に入り、重実、白石、浜田隊と合流せよ。そして、芦名の赤ヶ島城、高玉城を攻略し、わしの本隊が到着するまでの間、芦名の皇族衆の跳躍を進めるのだ。は、佐竹の援軍が来る可能性が高い。その際は、久保田城に入り、籠城戦に備えよ。は、小次郎は、金山城の中島宗元、岩切城の留守正景に、相馬攻めの準備をする旨を伝えてくれ。わかりました。わしが率いる伊達本隊は、金山城に向かい、相馬の駒ヶ峰城攻めを行う。皆の者、用意か。豊臣秀吉により、大名間の死闘を禁じる総部事例を無視するかのように、相馬領、芦名領に同時に侵攻することを決めた22歳の若き伊達家当主政宗。この総部事例を軽く見る政宗に、豊臣秀吉の真の狙いを見極める力はまだなかった。三成、まだ伊達政宗はやってこぬか。はい。春にはと返答をいただいたのですが、未だ上洛する様子はないとの連絡が入っております。上杉景勝や佐竹義重からは、政宗は何度も総部事例違反を犯す悪党じゃと、所長のみならず、自ら世に言いに来よったでの。上杉と佐竹に伊達討伐をさせるのはいかが。長政殿、時期尚早じゃ。もっと考えられてから話しなされ。治部殿、その言い草はなんとかならんのか。無駄な話をしている暇などござらぬ。豊臣重臣の奉行ならば、一刻も早い太平の世を築くことに注力なされ。総部事例違反で伊達討伐をすることで、太平の世が早く来るではないか。総部事例を軽々しく扱うことが時期尚早だと申して法令に違反した者を処罰するは、自分の好きな義にとなっておろうが、戦をせずとも豊臣家に侵入させることこそ、この法令の誠の願い。故に、討伐となった時は、秀吉様自らが、討伐軍の総大将となり、圧倒的な兵力をもって壊滅させる必要がある。その強さ、恐ろしさこそ、豊臣家に対抗することの無意味さを知り、下ってくることにつながるのだ。三成、もうそこらでよかろう。伊達政宗が、これ以上勢力拡大をする前に潰しておこうと思う長政の気持ちも汲んでやれ。まあ、次政宗がやらかしたら、さすがに世も動くとする。はは。しかし、伊達政宗は、似ておるのよ。どなたに？世が惚れ込んだ、信長様にな。政宗は、あの若さで、四面楚歌の中、よく戦っており。はよ、追うてみたの。豊臣秀吉の願いも虚しく、伊達政宗は上洛どころか、法令違反の進行を開始し、片倉景綱、伊達重実率いる伊達軍1万が芦名の赤ヶ島城へ攻めかけ戦いは始まった。城主の赤ヶ島治部は抵抗することもなく城を明け渡し降伏。よし、次は高玉城じゃ。攻めかかれ。続く高玉城にも攻めかけ、2時間で城兵数百を倒し落城させた。一方、金山城に到着した政宗本隊は、金山城の城主、中島宗元の調略で、相馬の駒ヶ峰城を奪うことに成功すると、北からの留守正景軍と合流し、日の首城を攻めかけ、城兵を全滅させ、城を奪うことに成功する。岩木殿、今一度確認しておくが、なんでござる。田村を攻め滅ぼした際の、お互いの獲得領地のことじゃが、三春城より、北を相馬がいただくでよいか。そうじゃ。三春城より、南を岩木がいただくで話はついておるよの。相馬が三春城より北じゃで、
三春城も含まれておるのは承知である。何を申す。三春城より南茶で、わしが三春城をいただくで決まったはずじゃ。なんじゃと話が違うではない。義種様、大変です。伊達政宗軍が、駒ヶ峰城、美濃首城を奪ったとのこと。なんじゃと。政宗は今、北におるのか。無活であった。義種殿、いかがするのじゃ。わしがいる間に、居城の大高を狙う卑怯な策しか取らぬのが政宗というやつじゃ。岩木殿に三春城は譲るゆえ、相馬軍は、ここで撤退させていただく。はあ？わしの部隊だけで落とせるなら、連合難足まぬが。こうして伊達政宗の陽動作戦にまんまとはまった相馬義種軍は、田村の三春城包囲を解き、居城の小高城へ帰還することとなった。その頃、芦名領の阿古賀島城、高玉城を伊達軍に攻め落とされた芦名義弘は、兄の佐竹義信に援軍を要請し、義信自ら率いる15000の大軍で須賀川城まで進軍していた。そして芦名義弘も1万の大軍を率いて、猪苗代湖南を進み須賀川城へと入った。兄者、援軍かたじけない。構わぬ。それより、伊達政宗は、芦名ではなく、相馬攻めをしていると聞いたぞ。そうなんです。てっきり芦名攻めが始まったのかと思いきや、本命は、相馬の小高城と田村家の救出であるのかと。絵図で示すならば、この久保田城に、伊達別動隊1万がいて、三春城救援に向かうか、南からの進軍を防ぐ構えを。そして、政宗本隊は、この相馬の駒ヶ峰城を起点に、小高城を狙う。岩木本隊は、三春城にいて、我々、芦名と佐竹は、今いる須賀川町。相馬義種は、急ぎ退却中だ。つまり、誰も、相馬に援軍を出せない状況を政宗は、作り出したということだ。なるほど、考えたものじゃ。ならば、この地で、伊達との決戦はなさそうぜな。久保田城にいる、伊達軍1万だけでも叩いておきたいところではあるが。義弘、父にもきつく言われておるが、総部事令が言い渡されている以上、佐竹軍が進行することはできぬ。伊達から攻め込まれた時に限り、動ける部隊と思え。そうでしたね。義弘様、ことが起きた。森春、いかがした？隠居していた猪苗代森国が、息子、森種が黒川城に詰めている隙に、猪苗代城を乗っ取り、伊達に寝返った。なんと、あの地が伊達となってしまっては、黒川城が危うい。政宗が相馬攻めをしている間に、猪苗代を奪い返さねばならぬ。いや、その政宗じゃが、すでに本宮を越え、高玉城へ向かっているとの報も入った。おそらく、久保田城の伊達兵も多くも、高玉から猪苗代へ向けて進軍していくのではと。政宗の本命は相馬ではない。芦名だ。義弘は急ぎ黒川へ戻るのじゃ。兄者は、援軍で来てはくれぬのか。わしが動けるのは佐竹領内までじゃが、わずかではあるが、聖子との歩兵部隊を授ける。なんとか政宗を退けよ。不運を祈っておる。芦名義弘が家督を継いだことで、芦名重臣から没落することとなった猪苗代森国は、嫡男に家督を譲り、隠居の身分であったが、片倉景綱からの再三の誘いに、ついに伊達家への進駐を決め、城を奪い、伊達軍を迎え入れることに。この機を待っていた伊達政宗は、伊達全軍を猪苗代城に向かわせていた。政宗様、どうぞこちらへ。森国殿、こたびの伊達教授、政宗、感謝してもしきれぬ。芦名を滅ぼすことができたときは、そちを伊達中の一門と出す。ありがたき幸せ、政宗様。苦労、芦名は動いたか。黒川町に戻った芦名義弘は、黒川町に1万を残し、1万6000の部隊で日橋川を渡り、高森山へ布陣した。黒川に1万を残したか。米沢城から南下させた原田宗時の別動隊を恐れたわけだ。これまでの伊達の動きに疑心暗鬼になっているのであろう。そんなところであろう。苦労、敵将の中に援軍はおるか。佐竹の歩兵、石川、二階堂からの援軍もあるようだ。またも寄せ集めか。調略の方はどうじゃ。富田氏真が合戦を傍観することになっている。そこには忍び部隊も紛れておる。よし。あとは決戦地だと。政宗様、よいか。森国殿、遠慮の思うぜ。すでに、芦名軍は高森山に布陣したということは、決戦地は、この磐梯山麓の釣り上げ原がよかろう。おう、釣り上げ原。磐梯山を背に、魚輪で布陣がよろしかろう。この季節は、山の間から吹き込む風が、朝方は、西からの風が強く、昼頃から、
東からの風に変わる傾向にある。東からの風に変わるまでは、硬い陣形で耐え、風が変わったと同時に攻勢に出る。そこでわしの出番だな。バカ、勝手な行動はダメです。そう分かっておる。よし、森国殿の策で行く。芦名義弘は家臣団を束ねきれておらぬ。さらには、石川や二階堂などの当てにならん援軍で組まれた士気の低い部隊だ。風向きが変わるまでは、押されたふりをし、敵軍をおびき寄せ、わしの合図とともに鉄砲隊が打ちかけよう。黒は、頃合いを見て富田隊を撤退させるのだ。承知した。よーし、明日の決戦、楽しんで参ろうぞ。天正17年、1589年6月の5日、決戦の日を迎えた。早朝、両軍は摺上原の地に向け進軍を開始した。先に魚林の陣形にて布陣をしたのは芦名軍1万6000。第一陣には父に城を奪われ、城奪還に燃える猪苗代森種隊。第二陣には佐世種常隊、金上森春隊。第三陣には富田氏真隊、佐竹歩兵隊、石川二階堂の援軍隊。そして最後尾に芦名義弘本隊が着陣。一方、遅れて布陣した伊達軍2万3000は、第一陣にこの地を知り尽くした猪苗代森国隊がつき、まさかの親子退治となる。第二陣には伊達重実隊、片倉景綱隊。第三陣に鬼庭下月祭の嫡男、鬼庭綱本隊、浜田景隆隊、八代景頼隊、白石宗真隊。そして最後尾に伊達政宗の本陣を配置する、こちらも魚林の陣形。よもや、息子、森種とこのような形で戦うことになるとは思わなんだ。悪く思うな。鉄砲隊、放て。猪苗代森国の鉄砲射撃で決戦は始まった。予想通りの西から東へ吹く強い風に伊達軍は苦戦を強いられた。竹玉を並べ、やや鉄砲を防ぐのじゃ。ここはこらえるときぞ。よし、押しておるぞ。その調子じゃ。森国隊が浮き足立っておる。我らも推し進めるぞ。芦名軍の金上隊、佐世隊が前進すると、猪苗代森国隊は第二陣まで後退を余儀なくされる。そして片倉隊、重実隊もまた同様に押され始めた。そう、風が強くて目が開けられる。まだ風向きは変わらぬのか。ここまで押されてはまずい。風向きが変わるのを待っておっては手遅れになるやもしれぬ。そう思った矢先、ついに先方の猪苗代森国隊が総崩れとなり壊滅。本陣を守る形で八代隊が入り、必死に防衛を行っていた。風が変わってからと思っておったが仕方ない。鬼庭隊、白石隊、敵二陣隊に側面攻撃を仕掛けよう。政宗の合図で両翼に控えていた鬼庭綱本隊、白石宗真隊が前進すると、佐世隊、金上隊の側面に突撃を開始。ここであらぬか。計算は互角じゃ。引くむな。第三陣は佐世隊、金上隊の援護に向かうのじゃ。義弘の号令で佐竹歩兵隊と石川二階堂隊が前進し、白石隊にぶつかり白石隊は劣勢となる。富田隊はなぜ動かぬ。佐世隊を援護するのじゃ。富田氏真は義弘からの度重なる伝令にも全く動くことをせず、ただ戦況を見ている状況であった。その頃、ようやく風が弱まり、風向きも西向きへと変わった。よし、風が変わったぞ。鉄砲隊前へ。放て。浜田隊、八代隊の鉄砲が一斉に火を吹くと、伊達本陣からのホラ貝の合図で、伊達軍が一斉に攻撃へと動き出した。待ちくたびれたぜ。伊達重実、存分に暴れさせていただく。後続の援軍が動けない猪苗代隊に、重実隊が突撃を開始すると、瞬く間に壊滅となった。第一陣突破で前方が開けた片倉隊も前進を開始する。あれは、金上の旗富だ。小次郎様の縁組を阻害した憎き奴は、わしが叩き切る。第一陣壊滅。金上、森春様、討ち死に、なんと。猪苗代隊に続き、金上隊の壊滅を聞いた富田隊は、ついに黒川城へ向けて撤退を開始した。富田氏真隊が退却しております。バカな。これはいかん。富田を撤退させました。芦名軍内には動揺が走っております。ようやった。もはやこの決戦、勝負があったな。例の策も、
富田隊に紛れた手の者により名もなく。全軍に伝えよ。総攻撃じゃ。政宗の合図で全軍が芦名隊に突撃を開始した。そして芦名隊は総崩れとなり、ここまでじゃ。全軍黒川城へ撤退せよ。日橋川方面へ退却する芦名軍にさらなる悲劇が襲う。富田隊に紛れていた伊達の忍び衆黒羽巻組が日橋川に架かる橋を破壊したのだ。芦名義弘はかろうじて川を渡り黒川城へ帰還できたが、他の部隊は川を渡ることができず、多くの芦名兵や援軍兵が川に落ち溺死、または伊達軍により討ち取られていった。若、これは歴史に残る大勝利ですね。小十郎、ようやった。そして皆の者、見事な戦いぶりぞ。まさに圧勝。勝ち時だ。摺上原の戦いと呼ばれるこの決戦で、芦名軍の戦死者は溺死者2000弱、討ち取られた兵は3500という全部隊の3分の1を失う未曾有の結果となった。この大敗に芦名義弘の名声は地に落ち、多くの家臣が黒川城から去っていった。そして伊達軍と戦う力を失った義弘は会津を捨て、日立の佐竹義重のもとに逃亡することとなり、これをもって戦国大名としての芦名家は滅亡した。勝利した伊達政宗は黒川城に入城し、芦名旧臣を恭順させると、会津の大半を支配下にした。その後、石川氏や二階堂氏などの諸大名も伊達に下り、これをもって奥州の覇者と呼ばれるようになるのです。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし、戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、どうすれば勝てるのかを考え、実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。